それでは早速、キャベツ 300g の下準備から始めていきます。今回はちょっとキャベツが傷んでしまいまして、それを取り除いた状態の不格好な葉っぱを寄せ集めて料理していきたいと思います。これから作る料理には全く問題ないですし、最後まで見ていただければ、この不格好なキャベツも美味しい副菜になっていくのをお分かりいただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。まな板の上にキャベツを全部置いたら、手でキャベツをギュッと押さえて少し固めます。こうすることで切りやすくなりますよ。ここで糸を握ったら千切りにしていきますよ。ところで、キャベツにはビタミン C が豊富に含まれていて、免疫力をサポートしてくれますよ。また、食物繊維も豊富に含まれていて、腸内環境を整えてくれるので、便秘解消にも効果的なんです。お通じが気になる方にもぴったりな食材ですよ。少し粗めですが、千切りにすることでいい感じになってきました。この後調理が進むとバッチリ形が整いますよ。切り終えたキャベツは耐熱ボウルに移していきます。こういう作業の時、スケッパーを使うとキャベツがこぼれることなくスムーズに移すことができて便利ですよ。続いてツナ1缶 70g を加えます。ただその前にツナ缶の中に入っている油をしっかり切っておきます。この油を取り除くことで仕上がりがベタつかずさっぱりとした味に仕上げることができます。特に今回のようなキャベツと和える料理ではツナの油が多すぎると全体が重くなってしまうのでこの一手間が大事ですよ。油を切ったら千切りキャベツに加えていきます。缶に残っているツナフレークは後ほどこそぎ取ります。続いて調味料を加えます。まずマヨネーズを小さじ1。まろやかさとコクがプラスされますよ。次に鶏ガラスープの素を小さじ1。これで旨味がぐっと引き立ちます。鶏ガラスープの素は文字通り鶏の旨味を簡単に加えられる日本ではよく使われる調味料です。続いてごま油を小さじ1。香りが良くて食欲をそそります。最後に胡椒を少々。全体の味をギュッと引き締めてくれますよ。調味料を加え終えたら菜箸を握ってよく混ぜ合わせていきます。キャベツにしっかり味が馴染むと口に入れた時の一体感や美味しさが全然違いますよ。また香りも良くなりますよ。ここで先ほどツナ缶に残っていたツナフレークを菜箸でこそぎ取って加えました。こういうのもったいないですからね、最後まで使い切りたいと思います。結構混ぜ合わせましたが、ダメ押しでもう一回混ぜちゃいました。やりすぎかな。まあ、味がよく馴染むということで、よしとしてください。ここで味見をしてみたら、ちょっと物足りなさを感じたので、マヨネーズを少しだけ足しました。コクがもう少し欲しいかなっていう風に感じたんです。これだけよく混ぜ合わせたので、味にばらつきはないと思います。ここでもよく混ぜ合わせました。混ぜすぎ？いや、大事なことです。もう一度味見してみました。今度はバランスも良くてバッチリです。キャベツ以外を元に戻したら、菜箸も一旦避けて、電子レンジ用の蓋をかぶせて加熱していきます。600ワット3分で加熱しました。蓋を開けると、ふわっと程よい蒸気が上がっていい感じに蒸し上がっています。熱の入り具合もバッチリです。器を取り出したら、いよいよ盛り付けです。
最初は菜箸で盛り付けていたんですが、気づいたことがありまして、ボウルの中に少し水分が溜まっていたんです。このまま盛り付けてしまうと、せっかくの美味しい味がぼやけてしまいます。そのため、菜箸を調理スプーンに変えて、水分が器に入らないように盛り付けていきます。こうすることで料理がより引き立ちますし、味もしっかりと感じられます。最後まで気を使って盛り付けたら、いよいよ完成です。スプーンにすくいました。加熱したことでキャベツがしんなりして、粗めだった千切りもいい具合に細かくなりました。マヨネーズや鶏ガラスープでしっかりコクがあり、ツナの旨味もよく効いていて、キャベツと絶妙にマッチした味わいにできました。無限キャベツ。簡単に美味しくできました。材料や作り方は動画説明欄に記載していますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。